皆さん今日もお疲れ様です。松です。家事が一段落したので今からコーヒーを飲もうと思います。コーヒーを飲みながらですね、ちょっと皆さんに我が家の食品の収納をご紹介していこうかなと思います。我が家は3階建ての建売住宅での敷地も18坪と狭小住宅のうちに入るんですけれども、2階に LDK があるので、そちらのキッチンの中周りですね、食品を収納しているのかっていうのをご紹介できたらいいなと思っています。我が家のキッチンはカウンターキッチンになってまして、このキッチンに入っていく時に目の前に作り付けの天井までの高さのあるクローゼットがあります。ルームツアーの動画でもご紹介したことはあるんですけれども、この扉の中はもともと何にも棚などのついてないただのガランド空洞だったんですけれども、夫が一生懸命こう言って棚板をつけてくれたので、今は食器とか、あと使用頻度の低いキッチングッズ、あと食品もちょっと置いたりとかして使っています。どんな食品が入っているのかこの後お見せしますね。キッチンの背面がこのようになっております。我が家は引っ越しをして入居して2年に間もなくなろうとしてるんですけれども、食器棚的なものは新しく買わずに前の家から持ってきたものをそのまま使っております。新しい食器棚、カップボードが欲しいです。本当は。あとはキッチンのシンクやコンロの下の収納もですね、食品を収納する場所として活用している部分が一部あります。そしてもちろん冷蔵庫も食品がたくさん、それはたくさん入っております。冷蔵庫に関しては前の家から持ってきたものですね。詳細ちょっと探してここに貼っておきますね。冷蔵庫を見て思い出した。美味しいチョコがあったからコーヒーと一緒に食べようと思います。冬の悪い癖です、これ。はい、食品の入ってる収納を1個ずつ開けていこうと思います。まずはこのシンクの下、一番下のところです。本当はね、シンクの下に食品を置くっていうのは好ましいか好ましくないかって言ったら好ましくないんですよね。なんですけど、ここしかないので今ここに入れてるっていう感じです。サイズ感も我が家にとってはちょうどいいかなと思ってます。こんな風にですね、無印のファイルボックスをハーフサイズのファイルボックスなんですけど、それを入れて仕切りとして軽く使っております。3つだけ入れてるのかな。それ以外は仕切りなしとか、その箱ごと入れたりとか、そんな感じで使っています。インスタント系、乾物系とかですかねを中心に入れています。なんとなくね、この辺がラーメン、この辺がホットケーキミックスみたいな感じのイメージはあります。こういう麺系ってどうしても一束ずつ余ったりしませんか？我が家一束ずつ余ったやつが今中途半端にあるので、これどうにかしなきゃです。このポケモンカレーは買って早々シールと箱を持っていかれたので中身だけです。これ中身がね、
賞味期限書いてないんですよ。中のパウチに賞味期限書いてないっていうことに今気づいたので、今度からちゃんと書かなきゃいけないですね。早いうちに食べます。この辺は缶詰ゾーンなんですよね。で、ツナ缶もいつもここに入れてるんですけど、今回ツナの缶じゃないツナを買ったんですよね。だけどツナはもうここっていうイメージが私の中であるので、缶詰ではないけど、ツナは缶詰ゾーンに入れてます。はい、シンクの下はこんな感じになっております。炊飯器の横にも開封済みの微妙な食品たちを入れております。この袋はセリアの食品を収納するバッグですね。冷蔵庫、野菜室とかで野菜を入れたりとかするのに便利だよみたいな感じで書いてあったような気がするんですけど、可愛いから出してちょっと臨時的な入れ物として使ってます。これは薬入れてます。で、炊飯器周りなので米を置いてます。炊飯器はここにあります。ここで、そのすぐ下にふりかけ系も置いてます。普段ここに海苔も入れてます。今ちょっと海苔を切らしてますね。そしてここ場所がとてもいいので、子供たちが手に取りやすいっていうことでお菓子も入れてます。で、お菓子は全部でこれだけではないので、より早めに食べてほしいものとか、個包装で取り出しやすくなっているものとかをなるべくここに入れてます。こちらは飲み物ゾーンです。私はもう圧倒的にコーヒー派なので、紅茶とかココアとかチャイとかも一応置いてはいるんですけど、たまに飲むぐらいですね。それから蜂蜜とかメープルシロップとかっていうのもこの辺りに入れてます。で、ここはお湯を沸かす場所が近いっていうのもあってスープ系を入れてます。お湯を入れて食べる系ですね。ミニラーメンとかお茶漬けとかスープ類を入れています。ここも特に仕切りは使ってなくて、スープの箱のそのままを使ったりとかして収納してます。あとはもうお酒とオートミールを入れてます。こっちも特にこれを入れるって決まってなくて、少なくとも絶対入っているのはこのコストコの大きいコーヒー豆、あと今はオリーブオイルも入れてます。これもコストコの。あとここにビールとかノンアルコールビールを入れてるんですけど、今はノンアルコールビール空っぽですけど気に入ってるノンアルコールビールがあるので、それを箱ごと入れてます。食品はこれぐらいかな。あとは雑貨を入れてます。ここにはお菓子が入ってます。まだ開けてないお菓子、ちょっと大きめのやつも入ってます。これ大好きなやつ、美味しいやつで、お菓子とか、あとちょっとキャンプに行く予定があるので、マシュマロとかカップ麺のストックもここにガサッとかさばるものをですね入れてます。もちろんお菓子も入ってるんですけど、はい、入れてます。美味しいよね、マシュマロで。あとは飲み物の水系のストックもここに入れてます。炭酸水とか普通にお水とか、あと豆乳とか今日はオーツミルクが入ってますね。もう冷蔵庫の収納って最難関でしかないんですけど、私の中で皆さんどうですか？ちょっとみんなよりこれ世の有
YouTuber さんたち冷蔵庫の撮影するときこんな長いこと開けてて大丈夫なの？もう心配で閉めちゃう私で。冷凍庫もいろいろ入ってます。もう基本的に冷凍庫もパンパン派です。いつもパンパン。特にこの日は冷凍食品いっぱい入っててよりパンパン。野菜室もそれなりに充実していて、どんどん消費していきたいっていう感じです。ちょっとね、我が家はここが使いにくいなって思ってます。もう調味料だらけ。今日はいいきっかけなので、早く食べた方がいいものをどんどん出していこうと思います。実は賞味期限がちょっと切れてるやつとかもあったんだよ。食品ってもう買い物のペースとか買うものとかがもう本当に完全に決まってる人だったら賞味期限切れとかも大丈夫なんでしょうけど、我が家は結構ね、食べ物をこう気分とかによって結構コロコロ買うもの変わったりするので、なんかもう片付けるのすっごい難しいなっていつも思ってるところなんですよね。次回予告です。今回いろいろちょっとこれ早く食べなきゃいけないなってもの見つかったので、それを優先的になるべく買い物をせずに1週間ぐらいかな、約1週間ちょっと過ごしてみました。夕飯をほとんど撮影できてるので、もしよかったらちょっと見に来てください。これでちょっと食品をすっきりさせて買い物もしやすくなるといいなと思ってます。というわけで今日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。いつもありがとうございます。高評価、コメント、チャンネル登録とっても嬉しいです。もしよろしければ次の動画にもお越しください。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。